その夜、海の底から声がした。耳なし芳一。これは死者に呼ばれた一人の琵琶法師の物語です。昔、壇ノ浦の海で平家は滅びました。波はすべてを飲み込み、多くの命が海へ消えていきました。けれど、その海にはまだ消えない思いが残っていたのです。赤間ヶ関の阿弥陀寺に芳一という琵琶法師がいました。芳一は目が見えませんでした。けれど琵琶の腕は誰よりも優れていました。特に平家の最後を語らせると、聞く者は涙をこらえることができませんでした。ある夏の夜、住職は法事のために寺を出ていました。芳一は一人寺に残っていました。その時です。門の外から低い声が聞こえました。芳一、芳一。声の主は武士でした。高貴なお方がそなたの琵琶を聞きたいと仰せだ。そう言うと、武士は芳一の手を取りました。その手は鉄のように冷たく重い手でした。芳一は立派な御殿へ着いたように思いました。絹ずれの音、低く交わされる声、大勢の人が座っている気配。けれど芳一には何も見えません。ただ耳だけがその場の異様な静けさを聞いていました。芳一は琵琶を鳴らしました。語るのは壇ノ浦。平家が海へ沈んだ最後の戦い。弦が鳴るたび、広間の空気が震えました。やがてすすり泣く声があちらこちらから聞こえました。その声は生きている人のものとは思えませんでした。語りが終わると、女の声が静かに言いました。これより6番、舞よ、ここへ参りなさい。そしてこう告げました。このことを誰にも話してはなりませぬ。芳一はうなずくしかありませんでした。それから芳一は夜になるたび寺を抜け出しました。住職は不審に思いました。目の見えない芳一がなぜ真夜中に一人で出ていくのか。住職は寺の者たちに芳一の後を追わせました。寺の者たちは浜辺の方から琵琶の音を聞きました。音は阿弥陀寺の墓地から聞こえていました。そこに芳一がいました。雨の中、安徳天皇の墓の前に一人座り、壇ノ浦の戦いを語っていたのです。そしてその周りには青白い火がいくつもいくつも浮かんでいました。芳一が通っていたのは御殿ではありませんでした。そこにいたのは生きた人々ではありませんでした。壇ノ浦で滅びた平家の亡霊たち。芳一は夜ごと死者に呼ばれていたのです。住職は芳一に言いました。今夜も必ず迎えが来る。どんな声がしても返事をしてはならない。どんなことが起きても動いてはならない。そして住職たちは芳一の体中に経文を書きました。頭にも
顔にも胸にも背中にも手にも足にも死者の目から芳一の姿を隠すために。けれどたった一つだけ忘れられた場所がありました。耳です。芳一の耳にだけ経文が書かれていなかったのです。それに誰も気づきませんでした。夜が深くなりました。寺はしんと静まり返っていました。芳一は縁側に座ったまま息を潜めていました。やがてかすかな足音が門の外から近づいてきました。一歩、また一歩、そしてあの声がしました。芳一、芳一。武士は芳一のすぐそばまで来ました。けれど経文の力で芳一の姿は見えません。武士は辺りを探しました。芳一はどこへ行った？芳一は返事をしません。息も声もすべて闇の中に沈めました。その時武士は気づきました。闇の中に2つだけ見えているものがある。芳一の耳でした。武士は低く言いました。主人への印にこれを持ち帰らねばならぬ。芳一は動きませんでした。声を出せば命はない、そう言われていたからです。芳一は耐えました。声を出さず身じろぎもせず、ただ夜が明けるのを待ちました。やがて足音は遠ざかりました。闇は少しずつ薄れていきました。朝の光が寺に差し込みました。芳一は生きていました。住職は深く悔やみました。芳一の体には経文を書いた。けれど耳だけを書き忘れていたのです。それでも芳一は命を失いませんでした。その名は広まり、多くの人が芳一の琵琶を聞きに訪れました。そして人々はこの不思議な夜の後、彼をこう呼ぶようになりました。耳なし芳一と。